今日のテーマは、5000年の歴史を持つユダヤ人の知恵が凝縮されたタルムードです。このタルムードが教える知恵を通して、私たちの人生にどのようなヒントが得られるのか、一緒に紐解いていきましょう。それでは、始めましょう。人生を生きていく中で、知識よりも知恵が必要な瞬間が訪れることがあります。自分が正しい方向に進んでいるのか、見落としていることがないのかを周りに尋ねても、明快な答えを得るのは難しいものです。そんな時こそ人生の知恵が必要です。知恵とは、生まれつき備わっているものではなく、学びを通じて得られるものだと言われています。世界人口のわずか 0.2% しか占めていないユダヤ人ですが、彼らはノーベル経済学賞の 42%、億万長者の 32% を占めています。そんなユダヤ人が知恵を学ぶ場があります。それがタルムードです。タルムードには、5000年にわたってユダヤ民族を支えてきた人生の知恵と洞察が凝縮されています。実際、ユダヤ人たちは人間関係、愛情、財産といった問題が発生すると、タルムードの中から解決策を見出してきました。この知恵は数千年を経た今日でも通用し、時代を超えた深いアドバイスを含んでいます。今日は、タルムードが教える人生の知恵を通じて、私たちの生活を振り返る時間を持ちたいと思います。人間関係に関する知恵。神の前では涙を流し、人の前では笑いなさい。初めて会う人には、温かい敬意を示しなさい。ただし、それと同じくらい警戒心も持ちなさい。今、力がない人を軽んじてはいけません。力のない困っている人は何度でも助けなさい。しかし、評判が悪い人には注意を払いなさい。感謝の気持ちはありがとうと、謝罪の気持ちはごめんなさいと、大きな声で伝えなさい。ただ心の中で感謝しているだけでは、それは挨拶ではありません。他人はあなたの心の中を読み取れるほど暇ではないのです。自分の食事代は自分で払いなさい。そして、他人の食事代も進んで払いなさい。他人がしてくれることを当たり前だと思わないことです。その人の立場に立つまでは、決してその人を非難したり責めたりしないことです。不純な動機で生まれる愛情は、その動機が消え去った時に死んでしまいます。出会うすべての人に、先に挨拶をする人が祝福を先に受け取ります。愚かな人を見下してはいけません。愚かな人がいるからこそ、あなたは賢明になれるのです。他人を助けるときは、気前よく助けなさい。助けるかどうか曖昧な態度をとったり、条件をつけたりしてはいけません。中途半端な態度をとると、時間を無駄にするだけでなく、批判を受けることになります。お香典は惜しみなく出しなさい。悲しみに暮れている人は、小さなことでも敏感になるものです。困難で辛い生活を送っている人々に関心を持ち、親切に接しなさい。そうしない人には注意を払いなさい。後になってあなたが困ったとき、その人は裏切るかもしれません。二人が争うとき、先に争いをやめる人がより高潔な人です。最後まで争い、恨みを晴らしたとしても、あなたの心はすっきりしないでしょう。しかし、許した後の心はすがすがしく満たされるのです。ハエのような人間は、他人の傷に群がりたがります。相手に一度騙されたときは、その人を責めなさい。しかし、同時人に二度騙されたなら、自分を責めなさい。友情に関する知恵。友人は石炭のようなものです。適切な距離を保てば体を温めることができますが、近づきすぎると過小してしまいます。曖昧な友人よりも、むしろ明確な敵の方が良いこともあります。見知らぬ人から100回悪口を言われるよりも、親しい友人の一言がもっと大きな傷を残します。友人には3つのタイプがあります。食べ物のように常にそばにいてくれる友人、
薬のように時々必要になる友人、そして病気のように常に避けるべき友人です。欠点が全くない友人を探そうとすれば、一生友人を持つことはできないでしょう。友人にお金を貸さない人は、友人を失うことがありません。あなたを批判する友人を大切にし、あなたを褒めるだけの友人は遠ざけなさい。今から友人を探そうとする人には、友人運はありません。敵に隠さなければならないことは、友人にも隠しなさい。悪い友人は、あなたの収入には興味を持ちますが、あなたの支出には無関心です。友人だと思っていた人が、実は渡り鳥のように、寒さが訪れるとあなたのそばを去るかもしれません。完璧な友人を探そうとする人には、一人の友人も見つかりません。妻を選ぶときは、一段階基準を下げなさい。友人を選ぶときは、一段階基準を上げなさい。偏見を捨てれば、友人を得ることができます。あなたが最も信頼できる友人は、鏡の中にいる自分自身です。挑戦と成功に関する知恵。これ以上の不幸が常にあると考えなさい。物事は決して自然に手に入るものではありません。一度に大海を作ろうとしてはいけません。バラの花はトゲとトゲの間で咲くものです。世の中には、使いすぎてはいけないものが3つあります。それは、パンに入れるイースト、塩、そして迷いです。2本の矢を持たないでください。2本目の矢があることで、1本目の矢に集中することができなくなるからです。最初にすべきことから始め、後回しにできることは最後にやりなさい。小さな火でも大きなものを燃やしてしまうことがあります。世の中は弱いように見えますが、強いものを恐れさせる存在もあります。一つ目は、蚊がライオンを恐れさせること。二つ目は、昼が水牛を恐れさせること。三つ目は、ハエがサソリを恐れさせること。四つ目は、雲が鷹を恐れさせること。どんなに大きくて強い存在でも、必ずしも屈服しなければならない恐ろしい存在があるとは限りません。力が弱くても、適切な条件さえ揃えば、強い相手に勝つことができます。何も選ばないということは、何か一つを選んだということに他なりません。どんな方法も見つからないときに選ぶべき唯一の方法は、勇気を持つことです。お金がないのは人生の半分を失ったようなものですが、勇気がないのは人生そのものを失ったことを意味します。あまりにも過度に後悔しないでください。それは正しい行動を起こす勇気を損ないます。成功の半分は忍耐力です。成功の扉を開けるには、押すか引くかをしなければなりません。失敗を恐れることは、失敗そのものよりも悪いことです。失敗は経験であり、成功の母です。勝者は問題の中心に飛び込みますが、敗者はその周辺をただ方向を追うだけです。勝者は雪を踏んで道を作りますが、敗者は雪が溶けるのを待ちます。勝者は雲の上に太陽を見ますが、敗者は雲の中に雨を見ます。勝者は行動で言葉を証明しますが、敗者は言葉で行動を弁明します。勝者は7回倒れても8回起き上がりますが、敗者は倒れた7回を一つ一つ後悔します。勝者の1日は25時間ですが、敗者の1日は23時間しかありません。勝者が好んで使う言葉はもう一度やってみようであり、敗者が好んで使う言葉はやってもどうせ無駄だです。自分より優れた人を見たとき、勝者は尊敬し、学ぶべき点を見つけますが、敗者は嫉妬し、その人の鎧に穴がないかを探します。勝者のポケットの中には夢があり、敗者のポケットの中には欲が詰まっています。地面にうつ伏せになれば転ぶことはありません。同じように、あまり高く登らなければ、高いところから落ちることもありません。悲観の道は狭いですが、楽観の道は広く、上り坂があれば必ず下り坂もあります。
1日勉強しないと取り戻すのに2日かかります。2日勉強しないと取り戻すのに4日かかります。1年勉強しないとそれを取り戻すのに2年かかります。未熟なプロよりも積極的なアマチュアの方が優れています。闇雲に遠くへ行ってはいけません。帰り道が遠くなってしまいます。希望は未来を自分のものにするための強力な武器です。希望を捨てない限り、人生は未来の尾を掴んでいます。人には3つの名前があります。1つ目は親から与えられた名前、2つ目は人々が呼ぶ名前、3つ目は自らが成し遂げた名前です。自分で努力して作り上げた名前は、与えられた名前よりもはるかに価値があり、美しいものです。良い人生を送りなさい。それが最高の復讐です。態度に関する知恵。過度な謙遜は傲慢と変わりません。正しい人は自分の欲望を制御しますが、正しくない人は欲望に操られます。他人の前で恥じる人と自分自身の前で恥じる人の間には大きな違いがあります。恥を知らないことと自尊心は兄弟ではありません。誰でも失敗する可能性があります。そして、その失敗が一度で終わらないこともあります。しかし、同じ方法で再び失敗したなら、それ以上自分に甘くなる必要はありません。それはもう状況の問題ではありません。かといって方法だけの問題でもありません。反省を知らない自分への目覚めが必要不可欠なのです。誰かに騙された場合、その人の詐欺を非難することもでき、自分が純粋すぎたと思うこともできます。しかし、再びその人に騙されたなら、その人の生まれつきの詐欺師としての才能だけを非難するべきではありません。あなたもまた、その誘惑を楽しんだという話になります。自ら反省する人が立つ場所は、最も立派な聖者が立つ場所よりも神聖です。すでに過ぎ去ったことを後悔するよりも、やりたかったのにできなかったことを後悔しなさい。余裕ができたら学ぶと言い訳をしないでください。杉の木のように固く曲がらない人ではなく、足のように柔らかく曲がれる人になりなさい。他人に自分を称賛させることは良いですが、自分で自分を褒めるのは正しくありません。自分の欠点を見つけようと努力する人は、他人の欠点を探さず、他人の欠点ばかり探す人は自分の欠点を見つけられません。自分の決断を簡単には変えられなくても、自分を向上させるための努力を続けなさい。誰かを非難する前に、ネズミの穴をまず塞ぎなさい。普段から善行を積みなさい。普段からの善行は、危機の時に輝きを放ちます。誰かがあなたにロバだと言ったなら気にする必要はありません。2人がそう言うなら心配しなさい。3人がそう言うなら、自分のために蔵を用意しなさい。預言者は2つの教育を受けています。1つは師匠から受ける教育、もう1つは自分自身から受ける教育です。自分自身を見つけなさい。1時間でもいいので、一人で静かに考える時間を持ちなさい。行動は言葉よりも大きく響きます。自分の過ちを認めることほど心を軽くすることはありません。しかし、自分が正しいという認識を得ようとすることほど心を重くすることもありません。強い人とは、自分を抑えることができる人と、敵を共に変えることができる人のことです。一生を泣いて無駄に過ごしてもいけませんし、笑ってばかりで過ごしてもいけません。明日起こることを前もって心配する必要はありません。現在のこともわからないのに、奇跡や異変を期待してはいけません。どう生きるべきかを語ることも重要ですが、それを実践することの方がもっと重要です。良い壺を持っているなら、今日使いなさい。明日には壊れてしまうかもしれません。教訓に従えば福が訪れ、忠告を拒めば災いが訪れます。今日はあなたの最後の日だと思いなさい。そして、今日はあなたの最初の日だと思いなさい。殻を見るのではなく、
その中にあるものを見なさい。他人の慈悲に頼って生きるよりも、貧しい生活をする方が良いのです。自らを正しいと考える人よりも、自らを悪人だと考える人の方が尊い存在です。可能な限り身なりを整えなさい。外見は思った以上に重要です。井戸に唾を吐いた者はいつかその水を飲むことになります。キャベツに住む虫はキャベツを自分の世界だと思っています。人の心を傷つける者は、人の体を傷つける者よりも重い罪を犯しているのです。目と耳と鼻は自分でコントロールすることはできませんが、口と手と足は何とかコントロールできます。より豊かな人とは、自分が持っているものに満足できる人です。他人から愛される人とは、すべての人を褒める人です。医師には主人となり、良心には奴隷となりなさい。善を行うときには、それが引き起こす困難と、それがもたらす幸福を共に天秤にかけなさい。悪を行うときには、一時的な快楽がもたらす喜びと、それに続く不幸を共に天秤にかけなさい。あなたの右手が誘惑するものを左手で制しなさい。原因を提供したならば、必ず責任を取りなさい。学んで気づいたなら、すぐに実行に移しなさい。指が自由であるのは、ゴシップを聞かないためです。ゴシップが聞こえてきたら、すぐに耳を塞ぎなさい。一枚の硬貨が入った壺は騒々しい音を立てますが、硬貨で満たされた壺は静かです。体を洗うのは石鹸であり、心を洗い流すのは涙です。一本だけの矢は簡単に折れてしまいますが、100本の矢が束になれば簡単には折れません。果実がたわわに実った木は風にも揺れません。石が壺の上に落ちても、それは壺の不運です。壺が石の上に落ちても、それもまた壺の不運です。いずれにせよ、それは壺の不運です。適当に愚かなものの方が、さらに愚かです。目が見えないことよりも、心が見えない方がもっと恐ろしいのです。一本のろうそくで複数のろうそくに火をつけても、最初のろうそくの光は弱まることがありません。その言葉は、土の中でも輝きを放つものです。王は国を治めますが、賢者は王を治めます。悪魔が人間を探し回るのに忙しいときは、代わりに酒を送ります。酒が入ると秘密が外に出てきます。言葉に関する知恵。人間に口が一つ、耳が二つあるのは、話すことよりも聞くことを2倍多くするためです。人間は生まれてすぐに言葉を覚えますが、口を閉じることを覚えるのは難しいものです。嘘つきは優れた記憶力を持たなければなりません。嘘をついてはいけません。しかし、真実の中にも言ってはいけないことがあります。自分の言葉を自分が渡る橋だと考えなさい。頑丈な橋でなければ、あなたは渡れないでしょう。他人をけなす言葉は、3人を傷つけます。自分自身、相手、そしてそれを聞いている人です。口を閉じることができない人は、門が閉じない家のようなものです。鳥かごから逃げた鳥は捕まえることができますが、口から出た言葉はどれだけ追いかけても捕まえることはできません。口よりも耳を上座に置きなさい。真実も嘘も、時には危険なものです。最も大きな苦痛は、他人に話せないことです。賢い人は自分の目で直接見たことを他人に話しますが、愚かな人は自分の目で見ずに他人から聞いたことを話します。他人の悪口を言わないでください。その時間があるなら、腕立て伏せでもしなさい。耳で何を聞き、目で何を見るかは自分の意思で決めるのは難しいですが、口は自分の意思で制御できます。あなたの舌に私はよくわかりませんということをしっかり教えなさい。舌は心の火打ち石です。他人の口から出る言葉よりも、自分の口から出る言葉をよく聞きなさい。悪い舌は悪い手よりも有害です。賢明な言葉は賢明な行動には劣ります。自分より賢い人の前では沈黙しなさい。
一度受けた痛みはいつか消えますが、侮辱された言葉は永遠に残ります。焦って話す人は、焦って過ちを犯します。言葉があなたの口の中にある間は、その言葉はあなたの奴隷です。しかし、一度外に出た瞬間、その言葉はあなたの主人になります。あなたが秘密を守っている間、秘密はあなたの捕虜です。しかし、あなたがそれを口にした瞬間から、あなたは秘密の捕虜になるのです。お金に関する知恵。分厚い財布が必ずしも良いわけではありませんが、空っぽの財布が良いわけでもありません。お金はチャンスを作り出します。お金はすべてを良くするわけでも、すべてを悪くするわけでもありません。富豪を称賛するのは、その人自体を称賛するのではなく、その人が持っているお金を称賛しているのです。財産が多ければその分、心配事も増えますが、財産が全くなければ心配事はさらに増えます。貧しさは恥ではありませんが、だからといって名誉でもありません。人間に必要なものは衣食住です。しかし、その衣食住はお金で手に入れるものです。お金は、それを持たない人にとって非常に価値のあるものに見えます。人を傷つけるものが3つあります。それは迷い、口論、そして空っぽの財布です。その中でも、空っぽの財布が人を最も大きく傷つけます。お金は追いかければ逃げますが、必要ないと思えば近づいてきて自然に集まります。お金はただ与えるよりも貸す方が良いです。なぜなら、ただ与えると受け取る人が与えた人よりも下の立場になりますが、貸し借りの場合は対等な関係を保つことができるからです。人は生まれる時に両手を固く握りしめていますが、死ぬ時には両手を広げています。生まれる時は世界のすべてをつかみ取りたいと思いますが、死ぬ時は何も持たないまま去るのです。人間に関する知恵。人間は鋼鉄よりも強く、灰よりも弱い存在です。すでに行われた行動は変えられませんが、人間は日々変化していきます。人間は20年かけて学んだことを、たった2分で忘れることができます。人類を慈しみ愛することは容易でも、人間一人一人を慈しみ愛することは簡単ではありません。人間に最も近いものは知性であり、最も恐ろしい敵は欲望です。人間は自分が持っているものをおろそかにし、持っていないものを欲しがります。人の顔がそれぞれ違うように、それぞれが持つ秘密も異なります。奴隷であっても現実に満足していれば自由であり、自由な人間でも現実に不満があればその瞬間に奴隷となります。善良な人の悪い部分は、弱い人の良い部分よりも価値があります。誰もがどこかに欠点を持っています。老人は自分が再び若くなることはできないと知っていますが、若者は自分が老いるという事実を知りません。義人は死んだ後も生きている者と呼ばれ、悪人は生きていても死者と呼ばれます。人間は子供が生まれると喜び、人が死ぬと悲しみます。しかし、この考え方は変わるべきです。生まれた子供の未来には何が起こるかわかりませんが、死んだ人はその人が成し遂げたことを知ることができるからです。人生に関する知恵。幸せは失って初めてその大切さに気づきます。今この瞬間を楽しみなさい。今あなたが生きているこの瞬間は、後になってあなたの人生で最も素晴らしい思い出になるでしょう。後悔しないように、思う存分楽しみなさい。幸福が不幸に変わるのは一瞬ですが、不幸を幸福に変えるには長い時間が必要です。本から知識を学び、人生から知恵を学びなさい。健康ほど貴重な財産はありません。時間でお金を買うことはできても、お金で時間を買うことはできません。時間を支配する者が人生を支配します。開き始めたばかりのかぼちゃは、それが将来おいしくなるかどうかわかりません。人生とは、賢者にとっては夢であり、愚者にとっては遊びであり、愚者にとっては喜劇であり、
貧者にとっては悲劇です。常にもっと不幸なことがあると考えなさい。善良な場所にも必ず小さな悪があります。悪いものは最初は甘く感じられますが、後には苦くなります。しかし、善良なものは最初は苦いものの、後には甘くなります。善よりも悪が広がるのは早いものです。幸運が訪れるのに知恵は必要ありません。しかし、幸運をつかむには知恵が必要です。いかがでしたか？タルムードに込められた人生の知恵は、時代を超えて私たちに多くの気づきを与えてくれます。今日の動画があなたの人生を少しでも前向きにするきっかけとなれば幸いです。もしこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。そして、家族や友人にもシェアしてみてください。それでは、また次回お会いしましょう。